突然ですが、あなたは今の自分の人生に心から満足していますか？これから先、私の未来は明るいと確信を持って言えますか？毎日を心からの笑顔でワクワクしながら過ごせていますか？この本を閉じる頃には、あなたの心が温かさと未来への希望に満ち溢れますように。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、大丈夫、すべて思い通りをご紹介したいと思います。今、とても話題のこの本は、健康、美、仲間、お金、時間など、いろいろなものが手に入るという無意識の使いこなし方の本です。とってもシンプルで簡単な方法なのですが、タイトル通り、大丈夫、すべて思い通りになるというのですから、気になってしまいますよね。著者は、潜在意識という人間の無意識について研究し、人生を激変させてきたほなみさん。彼女が、これさえやれば必ず現実が変わるという日常で簡単に実践できることだけを詰め込んだ一冊になっています。本動画では、無意識の仕組み、無意識を活用して望む未来を手にする4ステップ、そして無意識を書き換えるピンクの呼吸法をご紹介します。世の中には楽しそうに仕事をこなし、友達やパートナーにも恵まれて自分らしく幸せいっぱいで生きている人がいます。一方で我慢しながら働いている人、信頼できる友達やパートナーに恵まれず孤独を感じている人、漠然とした不安を抱えて生きている人もいます。なんだか不公平に見える人生。この差はなぜ作られると思いますか？実は、その現実を作っているのは、あなた自身、あなたの無意識なのです。私たちの意識は大きく分けて2つあります。一つは潜在意識。表面意識とも呼ばれ、お腹が空いたなとか、今日は18時までに家に帰ろうなど、今自覚している意識のことです。そしてもう一つは潜在意識。別名無意識とも呼ばれ、自分では気づけない意識のことです。今あなたは呼吸していますし、心臓も動いていますよね。これらも意識的に行うわけではなく、無意識によって勝手に行われている活動です。異性といると緊張するとか、いつもあともう少しのところで目標達成できないなど、なぜそうなってしまうのか自分ではわからないし、頭では望んでいないつもりなのに、自動的にそうさせてしまうのは潜在意識の働きが大きいのです。あなたは自覚がなくても、無意識層で私は異性に嫌われている。私はいつも目標達成できないと思い込んでいることで、あなたの行動や感情が潜在意識によって反自動的に操られてしまっているのです。心理学では、潜在意識と潜在意識はよく氷山で表されます。その割合はなんと、潜在意識が 5% 程度、潜在意識が 95% 程度と言われています。精神科医のユングは、この潜在意識で人間同士や神や宇宙がつながっているとも語っています。潜在意識の領域だけで夢を叶えようとしても、5% 程度の力しか発揮できません。ですが、残り 95% の力を秘めている、この潜在意識を味方につけることで、恐ろしいくらいにスムーズに夢が叶うというのです。そのために、これからご紹介する無意識を活用するための4ステップを実践することで、潜在意識にアプローチしていきます。具体的には、手放す、五感を磨く、自分を愛する、望む未来をクリエイトするとなります。その際、この4ステップを順番通りに取り組むのがベストと紹介されていますので、皆さんも順番通りに実践してみてください。それでは、1つ目のステップをご紹介します。まずは、手放すことから始める。まずはじめに行うことは、不要なものを手放すことです。衣食住など、身の回りに関するもの、ことはもちろん、人間関係、不要な思い込みなど、目に見えるもの、見えないものも、いらないものはすべて手放していきます。不要なものを溜め込むと、あなたの運気が巡らなくなってしまうのです。溜め込むと気が停滞してしまいますが、手放すことでエネルギーが回り出すのを実感すると思います。すべてのものや状況とあなたはつながっているので、エネルギーが回り出すことで混沌としていた状況も整い出すのです。
そのため、望む未来を手に入れたいのなら、最初にすべきことは、溜め込んだ不要なものを手放すことから。実行していくと、心のブロックや思い込みが外れていくのが感じられるでしょう。なんとなくスッキリした感じが出てきたら、次は五感を磨くレッスンです。五感を磨くと、感性の扉が開かれる。なぜ五感を磨くのかというと、五感と潜在意識はつながっているからです。現実は全部自分が作っていると言いましたが、どんな現実が作られるかは、潜在意識にどんな情報が入っているかによるのです。つまり、潜在意識にアクセスすることが大事なのですが、そのためには潜在意識とつながっている五感を磨くことが重要になるわけです。五感を磨いて潜在意識にアクセスできるようになると、感覚や感性を取り戻し、心が動くようになるのです。人間は本来、心のセンサーに従って生きていれば、思い通りの人生を生きられるようになっています。でも、正解、不正解、良し悪しで判断する学校教育などを通して頭を使うことばかりしてきたので、心が働きづらくなってしまっているのです。これでは、潜在意識にアクセスしにくく、潜在意識からの情報をうまくキャッチすることができません。頭ばかりが働いていると、五感で感じることができないのです。感じることで人は動きます。理論や理屈で頭を働かせるよりも、ここでは感覚を研ぎ澄ましていきましょう。例えば、公園の木に芽吹くつぼみを見つけて嬉しくなったり、風に吹かれる心地を感じられたり、友達のメイクの変化に気づいたりなど、普段ならスルーしていたことを感じ取れるようになってきたら、五感が磨かれてきた証拠です。こうした感覚を少しでも感じ取れるようになったなら、次は自分と向き合い、自分を愛するレッスンを積み重ねることで、より感性を深めていきましょう。潜在意識とつながる秘訣は、自分を愛すること。自分を愛することが大切ということは、心理学、スピリチュアルなど様々な分野で言われていますが、一体どうすれば自分を愛することになるのか、わからない方も多いと思います。自分を愛するファーストステップは、本音で生きることです。誰もが本来の自分で生きられたら、毎日が楽しくて仕方ないでしょう。本音で生きると自分自身が整うので、自分が作る世界も調和されていきます。だからこそ、自分の本音と向き合うことはとても大切。常に自分はどうしたいか、どうなりたいかを心に聞くことで、周りに振り回されることがなくなります。そして、自分の本当の気持ちに沿って生きられるようになることで、スムーズに理想の未来が想像されるようになるのです。自分の気持ちと向き合い、自分を愛する。本当の自分と調和することで、潜在意識にアクセスし、望む未来の下地作りをしていきましょう。望む未来をクリエイトして、軽やかに夢を叶える。不要なものを手放す。五感を磨く。自分を愛するトレーニングにより、潜在意識はかなり整えられているはずです。最後は、クリアになった潜在意識に望む未来を入れて、軽やかに現実をクリエイトしていく方法をお伝えしていきます。未来をクリエイトするために大切なことはたったの3ステップです。1、理想の自分を明確にする。理想の自分というと、自分だったらこれくらいという枠の中で考えがちですが、ここで言う理想の自分とは、何でも叶うという前提でイメージした自分。そうなれたらいいけど無理とは思わず、自由にイメージすることが大切です。理想の自分を外見だけではなく、姿勢、洋服、持ち物、性格など、理想の自分について制限をかけずに具体的に書き出したり、キャッチコピーをつけたりすることや、理想の一日、理想の瞬間を書き出すことで、自分の理想をありありとイメージすることができるようになります。2、潜在意識に刻む。理想の自分を具体化できたら、未来の自分のイメージを潜在意識に刻みます。すでにワクワクしながら理想の自分を明確にした時点で潜在意識に刻まれていきますが、より強力に刻むためにおすすめの習慣があります。それが、ほなみさんが人生を変える大きなきっかけになったピンクの呼吸法です。その方法をご紹介しましょう。1、口から息を10秒間吐く。吐くときに疲れ、恐れ、不安、葛藤、緊張などネガティブなものが全部出ていくイメージをする。2、鼻から5秒かけて息を吸いながら
キラキラ輝く綺麗なピンク色の空気が全身の細胞に染み渡って輝くイメージをする。3、体を隅々までクリーニングするイメージで、1、2を5から10分繰り返す。4、汚いものが体の中から全部できったと思える瞬間が来たら、理想のなりたい自分をイメージし、それが叶って嬉しい場面を想像してニヤニヤする。潜在意識が書き換わりやすい寝る前の時間にやることと、できるだけ五感を使って自分が最も望む場面をイメージするのがコツとのこと。ピンクの呼吸法とともにイメージをすることはとっても簡単なのに効果は抜群らしいですよ。3、浮かんだことを楽しみながら即行動する。潜在意識に願望を刻みながら日常の中でパッと頭に浮かんだことを浮かんだ瞬間に行動しましょう。直感は浮かんだその時がタイミングで意味があるので、浮かんだら間髪入れずにすぐに行動していきます。このフットワークの軽さが重要なのですが、心の感度が高まり、ワクワクした理想の自分をしっかりイメージできていると、体が勝手に動き出しているはずです。無意識を使いこなすことができるようになれば、これから世の中にどんなことが起きたとしても大丈夫です。あなたの心によって全て思い通りに現実が作られていきます。これが新しい時代の生き方、大丈夫、全て思い通りです。無意識を使いこなすための方法を駆け足でご紹介しましたが、本書では各ステップの細かな実践方法がたくさん説明されています。また、潜在意識に理想を刻むピンクの呼吸をさらにパワーアップしたゴールド瞑想も紹介されています。とても簡単ですぐに実践ができて、効果が期待できそうな一冊と感じましたので、気になった方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。